こんにちは。行政書士社会学労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和6年度における両立支援と助成金について解説をしていきたいと思います。もう今はですね、家庭と仕事、そして介護と仕事、治療と仕事の両立というのは当たり前になってきている状況です。また、こういった両立支援ができないと、新規の採用にもですね、大きな悪影響があるという状況で、両立支援の体制の構築は必須という状況になっております。また以前はですね、両立といっても仕事をいつでも休める、休んで子育てができる、パパも休んで子育てができる、そういった状況を想定をしておりましたけれど、最近はですね、仕事をしながら家庭のこともやっていくということで、仕事の継続の方にかなり重きが置かれている状況になっているかなというふうに感じております。それではですね、今回は両立支援と助成金について解説をしていきたいと思います。まず今回の概要について説明をしていきます。両立支援と助成金とはどういったものなのかについて、その助成金の概要、そしていくつかコースがありますので、各種両立についてのその背景について見ていきます。そして仕事と子育ての両立、仕事と介護の両立、仕事と治療の両立、それぞれについて見ていきます。また令和6年度におきましてはですね、新しくコースが新設をされました。今回はですね、この新設コースについて少し力を入れて解説をしていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、両立支援と助成金とはどういった助成金なのかについて解説をしていきます。働きながら、子育てだとか、介護、そして治療などを行う労働者が、雇用の継続を図るための就業環境の整備を行うことに対して支給をされる助成金という形になっております。例えばですね、子育てに関して言えば、男性の育児休業取得率の目標、これは政府がですね、途中でいきなり引き上げましたけれど、2025年は 50%、そして2023年は 85% という目標を掲げております。また、2025年からは法改正になりまして、100人を超える企業においては、男性の育児休業取得率の目標設定と公表というのが義務化になるという形で進んでおります。また介護についてもですね、2016年、平成28年に政府は介護離職の目標をゼロと掲げている。一方で、実際は介護の離職が10万人を突破をしたという状況で、介護の離職者というのが今どんどん増えているという状況になっています。また治療に関してもですね、がんと診断された方がですね、3ヶ月以内に3割の方が仕事を辞めているという現状がある。ただ一方で最近は医療技術の向上などもありまして、がんもですね、仕事を辞めなければいけないというよりも、長く治療をしていって長く付き合っていく病気という形になっているので、長く付き合うことでですね、収入もなくなってしまうと困りますので、仕事をしながらがんの治療もしていく。また不妊治療もですね、最近また増えてきているという状況で、2020年には45万件だったところが、2021年には49万件に増加をしているといった状況で、さまざまな家庭の事情を抱えながら働く方が増えてきているという状況になっております。従いまして、この両立支援と助成金を使って仕事とさまざまな家庭の事情との両立を図っていくということが必要になってくるかと思います。まずはですね、仕事と子育ての両立ということで、コースがですね、令和5年までにつきましては3つありました。出生時両立支援コースと言われるもの、育児休業等支援コース、そして、育休中等、業務代替支援コース、この3つになっております。この3つですけれど、令和6年度になりまして一部増額改定をされているといった状況です。
さらにですね、令和6年につきましては、仕事と子育てにつきましては、柔軟な働き方選択制度等支援コースというのが新設されております。したがってですね、育児休業時における取り組みだけではなく、育児期における柔軟な働き方も促進するコースができたという形になっております。こちらのコースにつきましては、また改めてですね、別のところで詳しく解説はしていきたいと思います。そして今回ですね、新しく新設されたコース、柔軟な働き方選択制度等支援コースですけれど、こちら、要件はいくつかありますけれど、主にはですね、柔軟な働き方をこの次の A から E までの中で2つ以上導入していただくことになります。そしてさらにですね、育児に関する柔軟な働き方支援プラン、いわゆる計画を作っていただくというのが条件になっておりまして、柔軟な働き方の制度で、A から E までありますけれど、何かというと、フレックスタイム制ですとか、時差出勤、テレワーク、短時間勤務だとか、あとは休暇制度、そういったものいくつかピックアップしてありますけれど、この中から2つ以上を導入をしていただくことが必須という形になります。そしてそれによってもらえる助成金の受給額ですけれど、制度導入でこの A から E までの中で2つ導入した場合は20万円、そして3つ以上導入した場合は25万円という形になっております。続いてですね、介護と仕事との両立ということで、介護離職防止支援コースというのがあります。こちらはですね、令和5年度から引き続き継続という形になっておりますので、介護休業を取得した場合、そして職場に復帰をした場合でそれぞれ30万円、そして制度導入で30万円という形で、ただですね、介護支援プランを作成をする必要があるといったものになっております。そして仕事と治療の両立ですけれど、こちらも令和5年度にありましたので、令和6年度も引き続き継続という形で、不妊治療の両立支援コースというのが設けられております。こちらはですね、環境の整備だとか休暇の取得によって30万円ではありますけれど、こちらは1回限りの申請という形になっております。ただですね、長期休暇の加算ということで1事業主当たりですね、20日以上の取得と、あとは現職復帰ですね、そうした場合には30万円の加算があるといった状況になっております。最後に注意点とまとめになっておりますけれど、今回ご紹介をした令和6年度ですね、令和5年度からのその他の変更点ということで、育児休業等支援コースの、職場復帰後支援の、コースは廃止になっております。これはですね、選べる働き方制度支援コースが新設になったことによって廃止という形になっております。そして長らくですね、設けられておりました新型コロナウイルス感染症対応の特例というのは令和5年度でもう終了をしているという状況になっております。そして通常厚生労働省の助成金ですと、都道府県によっては違いますけれど、主にハローワークに申請をするケースが多いかと思いますが、この助成金の申請はですね、ハローワークではなく、管轄する各、労働局の雇用環境均等室、もしくは均等部になりますけれど、に提出をするということになっております。そしてこちらですね、注意喚起されておりまして、申請件数が多いようで、通常申請をした場合、申請書の受理控えというのをもらうようなケースが多いかと思いますけれど、申請書の受理控えの写しの返送はしませんという形で公表されておりますので、申請の際はですね、送付記録が残るようなもので申請をしてもらえればと思います。これからのですね、両立支援については、柔軟に休むというところから柔軟に働くというところにシフトをしてきているように思います。令和6年の新設されたコースもそのような形になっておりますので、これからですね、短時間ですとか短日、そういった勤務の制度もどんどん充実をさせていって、
長く働きながら、そして家庭のことも行っていけるような労働環境の整備が必要だというふうに考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。